最近流行ってきてるミラー型ドラレコなどのデジタルミラーが気になってるけど、昔ながらの鏡と見え方が違うと聞くし、そもそもデジタルミラーって本当にいいのって思って導入するの迷ってる方結構多いと思います。そこで今回はトヨタ純正のデジタルミラーをベースに日本仕様に改造し、モニターを最大限まで明るくして、純正の鏡のミラーを丸ごと外して交換するタイプなので、ケーブルが見えなくて、知らん人が見たら間違いなく純正のミラーと勘違いする画期的なデジタルミラーをご紹介します。ってことで今回レビューするデジタルミラーがこちら。マックスウィンさんとラブーンさんのコラボモデルのデジタルミラーになります。早速開封すると、説明書、デジタルミラー本体、リアに貼り付けるカメラと接続する長めのケーブル、電源ケーブルなどが入っていて、ミラー型ドラレコと比べるとドラレコ機能を省いた分だいぶシンプルになっています。取り付け用のステーは乗ってる車専用のものが別で売ってるので、それを買って取り付ける感じ。僕が乗ってるスイフト専用のステーはこちらになりまして、この金属のステーとモニター本体を組み合わせて使う感じです。純正の鏡と並べてみると、鏡のところだけがなくなってる感じですね。こちらのデジタルミラーの特徴がこの貼り付けるリアカメラなんですが、角度調整ができて、こういうカメラ全体を覆うカバーがついているので、ガラスの反射を防いで周りの景色が映像に映り込まないようになっているので、綺麗に撮影できて、その撮った映像をモニターに映してくれるそうなので、後ほど実際に検証します。それでは早速取り付けていきますが、今回は大阪の門真にあるプライムエージェントというお店で取り付けをお願いしました。前回別のドラレコをつけてもらった時にめっちゃ綺麗に配線してもらえたので、門真が近ければこちらのお店なかなかおすすめです。取り付け自体はだいたい1時間ぐらい。まずはじめに純正の鏡のルームミラーを丸ごと外していきます。ここにある根元のカバーを外すと中にネジで固定されてるだけなんで、簡単に外すことができます。ミラーが外れたら助手席の下ぐらいにヒューズ電源が取れるところがあるので、そこから電源を取ってリアカメラを貼り付けて、後ろから前にケーブルを引っ張って配線するだけです。見てるだけなら簡単そうに見えるんですが、素人がやると大変なんで、不安な方はプロに丸投げ安定です。特に難しいのがこのゴムのモールを一旦外して、その中にリアカメラのケーブルを通してみると、配線処理がやったことない人だと正直大変なので、わからん人はプロに丸投げするか、僕が前に投稿した DIY でドラレコ取り付けする動画を見て自分でやってみてください。概要欄に貼っておきます。配線ができたら、あとはデジタルミラーとステーを組み立てて、元あった場所にネジで固定して配線したら完了です。こんな感じで後付けのデジタルミラーによくある配線出すぎて見た目悪い問題も、配線がステーの中に入り込んで外から見えない作りで、ステー自体もデジタルミラーと同じ黒色なので、かなり見た目はいいです。それではデジタルミラーもつきましたので、実際に走ってどんな感じなのかお見せします。まずは昼間の映像から。どうでしょうか。前使ってたミラー型ドラレコと比べても明らかにモニターの明るさが明るくなったおかげで、昼間の走行中にモニターに周りの景色が反射して見えにくいなと思うことがだいぶ減りました。僕は定期的にミラー型ドラレコやデジタルミラーをレビューしてて、いろいろなメーカーのものを実際に使ってレビューしてますが、やはりここのモニターの明るさが暗いと周りの景色がモニターに反射して昼間に結構見えづらいと感じることはありました。ミラー自体の角度を調整して、モニターからこういった窓などの明るいところが反射しないように、シートなどの内装だけが反射するようにすれば、ある程度マシになるんですが、やはりそもそものモニターが暗いといくら調整しても限界なことがあったんですが、今回のデジタルミラーは明るさが1800カンデラと、僕がこれまでレビューしてきたデジタルミラーの中で一番明るくなっているので、昼間の視認性の良さは1位で忖度なくめっちゃ見やすいです。さらに映像の滑らかさも、大体のデジタルミラーが 30fps といって、1秒間に30枚の写真を撮って動画にしているのに対し、今回のは 50fps と約倍なんで、その分さらに滑らかでリアルタイムな映像が映せるので、かなり見やすくなってます。ただ取り付けてちょっと気になったのが、これまで使ってたモニターに比べると若干縦が細くなったので、見える範囲が少し狭くなったところ。ずっと大きいの使ってたんで1週間もしたら慣れましたが、横幅は他のと同じぐらいですが、縦は若干細くなってます。また使ってて思った他社との比較ですが、このデジタルミラーがこれまでのものというか、デジタルミラーのデメリットである後続車との距離がつかみにくい問題。モニターで見ると後ろの車と結構距離があるように見えても、サイドミラーで確認すると実際はかなり近くてちょっと煽られてたみたいなことあるんですけど、今回のデジタルミラーはそこの見え方もチューニングされてて、ほぼ鏡のルームミラーの見え方と同じで、後続車との距離感がだいぶつかみやすくなってました。これ交換した瞬間に気づいたので、これまでこの見え方の違いが嫌で交換をためらってた人も全く違和感なく使えるようになりましたね。これが結構いいポイントだと思います。
ます。もちろんサイドミラーでは絶対に映らない車の横の広範囲まで撮影して、その映像をルームミラーモニターに映すので、視認性は昭和の鏡とは比べ物にならないぐらい良くなります。極端に言うと、サイドミラー見ずにルームミラーだけで後方の確認ができるようになります。あとは鏡だと後部座席に人が乗ってたり、トランクに荷物積んでたら後ろの視界が防がれて、後ろが物理的に見えない問題ありましたが、デジタルミラーにすると、この後ろに貼り付けたカメラの映像をそのままモニターに映すので、視認性は抜群に良くなります。特に後ろが見にくい軽トラとかロードスターに乗ってる方なら、普段の運転がだいぶ快適になって安全運転につながるので、個人的にデジタルミラーはめっちゃおすすめです。ただ唯一おすすめしない人は老眼の人。老眼だとピントが合いにくいので見えづらいとコメントでよくいただいたので、老眼の人はまず他の人の車で実際の見え方を確かめた方がいいですね。老眼じゃなければ速攻で買っていいレベルでデジタルミラーはおすすめです。次にですね、暗いところから明るいところに出た時に白飛びしないか実際にトンネルを走ってみて検証します。はい、どうでしょうか。今の映像を見ても特に白飛びとかなく、ちゃんと HDR 機能が働いていたと思います。この HDR 機能がないといきなり暗いところから明るいところに出たら、モニターの映像が2秒ぐらい白飛びして何も見えないなんてことも起きるので、 HDR がついてるかどうかは選ぶ時に大事なポイントになってます。またこのデジタルミラーには明るさセンサーが搭載されていて、周りの明るさに合わせて自動的にモニターの明るさを調整してくれる機能がついているので、例えば先ほどのトンネルに入った時にモニターの明るさを上げて見やすくしてくれたり、こういう立体駐車場に入った時も自然と明るさ調整をしてくれるので、手動でモニターの明るさ変更をする必要ないので、一度取り付けたら特に何も触らなくていいので、機械が苦手な方も全く問題なく活用できるかなと思います。モニターにはボタンが1つしかなくて、このボタンを押すとディスプレイがオフになって普通の鏡にも一瞬で切り替えることも可能です。ミラー型ドラレコによくあるタッチパネル機能とか、モニターをスライドするとカメラの画角を調整できる機能とか、ほんと一切ついてないので、シンプルにカメラの映像をモニターに映してくれるだけで、一度取り付けたら設定する必要もゼロなんで、ガジェットが苦手な方も使える簡単仕様ですね。カメラの画角の調整はカメラにレバーがついてるので、そこを物理的に動かすだけ。一度画角決めたら動かす必要ないので、ほんとめっちゃシンプルです。今見た通り昼間の反射も少なく、カメラの取り付け場所のせいでちょっとモニターに反射したりしてましたが、肉眼で見ると多少の反射でもモニターが明るいおかげでめっちゃ見やすいので、そこはドラレコばっかりレビューしてる僕が見えやすさを保証します。次に夜の走行映像をお見せします。はい、夜も普通に綺麗ですね。HDR 機能が搭載されているので、後続車のヘッドライトがカメラに直接当たったとしても映像が白飛びせずにちゃんと後ろの風景をモニターに映せているので、何の問題もないですね。これまでの鏡だと後続車のヘッドライトが鏡に反射して眩しいとかありましたが、デジタルにすればそれがなくなるので、夜の運転もさらに快適に安全運転につながる感じです。たまにめっちゃ眩しい車がいて無駄にルームミラーの角度変えたりしてたと思いますが、デジタルにすればその作業がいらなくなります。モニターに映る映像もヘッドライトの光をなるべく抑えてモニターに映してくれてるので、鏡に比べると後方の視認性はだいぶ良くなります。ただ雨降ってると水滴で後ろが見にくくなるんとちゃうんと思われる方いると思いますが、雨の日でもワイパーの可動域にカメラを貼り付ければ水滴で後ろが見えないなんてこともなくなるので、まだ昭和の鏡を使ってる方はデジタルミラーはだいぶいいですね。最後にですね、皆さんが気になるポイント。デジタルミラーとかミラー型ドラレコって車検大丈夫なのって思ってる方いますよね。ちょうど今年の3月に2回目の車検を今回と同じメーカーマックスウィンの純正交換ミラー型ドラレコつけた状態で受けてきましたが、一切何も言われずに車検一発で合格しましたので全くもって問題ないです。また今回のデジタルミラーは割れにくいガラスを採用して衝撃テストを実施済みで、技術基準適合確認書もダウンロードできるし、メーカー保証も3年ついてくるので車検が不安な方も安心できます。もちろん地デジへの干渉対策もしているので、テレビにノイズが走るなどもないので安心して使えるようになっています。今回紹介したのはデジタルミラーで録画する機能はついてないんですけど、もしドラレコ機能もつけたいって方は今回のデジタルミラーの性能はそのままでプラス数万円足すと前後ドラレコ機能付きも選べるので、動画の下にある概要欄にどちらのリンクも貼っておきます。これまでの話をまとめると、マックスウィンとラブーンさんがコラボしたデジタルミラー、中国トヨタ純正品を日本仕様にチューニングしてモニターの明るさを最大限上げて、昼間走行中に気になる周りの景色がモニターに反射する映り込み問題をなくして、日中の視認性をさらに上げて、明るさの自動調整機能や HDR 機能で暗いところでも快適に周りの状況を把握できるようになり、デジタルミラーの唯一のデメリット、
後続車との距離感がつかみづらい問題もチューニングしたことで、ほぼ鏡のミラーの見え方に近づけてるので違和感も出ないデジタルミラー。ドラレコ機能を省いてる分お安く購入できて、3年保証で車検にも対応しているため、壊れたらすぐに買い替えではなく長いこと使えるデジタルミラーですね。これまで色々とレビューしてきた中で一番モニターが明るくてモニターの映り込みがなかったので、忖度なしにめっちゃ見やすいデジタルミラーでした。今回紹介したデジタルミラーは動画の下にある概要欄に詳細が見れるリンクを貼っておくので、気になった方はぜひそちらも確認いただければと思います。また今回のデジタルミラー以外にも色々とミラー型ドラレコのレビュー動画も上げてるので、その動画のリンクも貼っておきますので、ぜひそれも参考にしていただけると幸いです。スマホで概要欄を見る方法ですが、今見ている画面で動画のタイトルをタップすると下の画面が切り替わって、少し下にあるもっと見るを押すと概要欄が見れますので、ぜひ参考にしてください。こちらのチャンネルではスズキのスイフトスポーツに関する動画やカー用品、洗車グッズ、ドラレコなど車に関することを発信していますので、この動画が参考になったと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録といいねボタンを押していただけるとだいぶ助かります。ということでまた次回の動画で最後まで見ていただきありがとうございました。